それでは大監督、土井さん、そして、メイキングを監督されました吉川さん、どうぞ壇上までお越しくださいませ。改めて今日ご覧になった感想をお一人ずつ伺いたいんですけれども、大監督から。静音をしたという話は聞いていたんですけれども、そのことによってすごく精度も上がりましたし、彼らが伝えたがっていたことがきちんと伝わる形になったんじゃないかなと思って、もう割と安心してあそこでヘラヘラ笑いながら楽しませていただきました。はい、吉川さん、じゃあ。はい、ミーティングを作らせていただいたんですけれども、今日皆さんに見ていただくのが初めてということもあってすごく緊張しながらだったんですけれど、8日間で、感想というかなんですが、8日間で、ほぼ、3人のスタッフで回して撮らせていただいたんですけど、54時間の素材がありまして、で改めて見てその中にみんなの、キラキラした夏が詰まっているので、本当にもう胸がいっぱいというか、みんなの宝物の時間が詰まっているので本当に切れなくて、それで大変、そのことを思い出したりしながら、みんなの夏を思い出しながら改めて見ました。はい、そうですね、やっぱり広い大きなスクリーンで改めて見させてもらって、まずはどの作品も本当によくできてるなっていうか、普通に見てて面白いなっていうのと、やっぱりすごくあれってまだ数ヶ月前なんだよねっていうぐらい、数ヶ月でも3、4ヶ月前ですよね。すっごくなんか昔のような気がするんですよ。だからあれなんかすごく濃縮な時間だったからこそだと思うんですけど、本当にみんなはどんな風に見たのかなっていうのがとても聞きたいです。子どもたちはどんな風にこのメイキングを多分初めて見てるから、どういう風に見たのかなっていうのがすごく聞きたい気持ちです。私はもうとにかくなんかこう親みたいな気分で本当みんな可愛いとか思って見てました。はい。せっかくですのでマイクの準備もできてますので、今日は会場からもですね、ご感想とご質問をお受けしたいと思うのですが、どなたかいらっしゃいますでしょうか。早い、あちらの方。今日見させてもらったんですけど、素晴らしかった。4つとも素晴らしくて、メイキングも素晴らしくていい映画だったなと。ちょっとこの席で贅沢をさせてもらったんですけど、素晴らしかったです。あと大監督が勝手に震えてるを幸手の映画館だったんですけど、見させてもらって、はい、本当に素晴らしい映画で、ね、本当にありがとうございます。お会いできて光栄でございます。ありがとうございます。で聞きたくなったことが手短で構わないんですけど、3人に共通することで2つちょっと聞きたいことがあるんですね。で1つ目がまずメイキングで監督がその脚本をとか絵コンテを破壊しなさいっていうことはあったんですけど、私は4つの今日映画を見させてもらってなんかすごく脚本的になんかすごい発想があったなと思って、でそれで中学生の皆様だとアマチュアですよね。でもプロフェッショナルの皆様にちょっと申し訳ないかもしれないんですけど、3人がアマチュアが今回のワークショップを通してアマチュアがプロフェッショナルをなんか凌駕した時っていうか、超えた時っていうか、そういう時が3人なりに感じたことがあったら、ちょっと教えてもらいたいなっていうか、ちょっと聞きたいことなんですね。で2つ目がもしかしたら土肥さんが詳しく感じることなのかもしれないですけど、このワークショップでどうして
今回中学生に限定をしたのかなっていうことがちょっと聞きたくて、そのワークショップだと、例えば小学生だとか高校生だとかも成立はするとは思うんですよね。で小学生とか中学生とか高校生とかチーム分けをしたりだとか、あるいはそれをミックスをしてありだとか、監督が例えば小学生の人とか役者が高校生の人とか、それはどうして中学生に限定をしたのかなっていうことは聞きたくなったことですね。はい。以上でございます。監督からじゃあ。はい、そうですね、あんまりプロとかアマとかっていう感じが私の中にもあまりなくてですね、そもそもが作るっていうことがしたいなということをずっと考え続けて生きてるうちに映画を作る人間になってたというようなところもあるので、もう作りたいなと思って集まった皆さんはそのお若い方であろうと同じ立場、ただちょっとだけ作り方とかも知ってるので、彼らよりこうした方がいいんじゃないのとかっていうことはあったりしたので、超えたということで言うと私が面白いと思っちゃったことはいっぱいあったので、その都度超えられてたっていうことなんでしょうけれど、一番びっくりしたのはですね、せんべいですね。チームはチームリーダーも実は奥さんあまりにも面白くないアイデアを彼らが死に物狂いで作ろうとしておりますと、どういたしましょうって相談を受けて、で何々って聞きに行ったらすごくなんていうか平凡なところを切り取ったまさにその中学生のひと夏のっていうところをやろうとしてると。でも逆に私はそれ面白いなと思ったんですけど、彼らが何をそれを面白いと思ってるのかを聞きたかったんです。私は大人だからそれ大人の目で見ると面白いなと思うけど、彼らまさにその日常を描くことに面白み感じてるのっていうところのディスカッションをしたりしたんですけれども、どうやらそのストレスというよりは笑いをやりたいんだっていうことがだんだん分かってきて、なんていうか口出しのしがいがあったといいますか、こうやった方が面白いよとかこうやるともうちょっと笑いが伝わるんじゃないとか、例えばこれ文字で彼らが何時何秒に、こういうトイレに行くとかっていう表があって、それをパッと写すだけで終わろうとしてたんですけど、いやもっとこれも思い切って読んじゃった方が伝わると思うしとか、そういうようなことで一緒にこう作っていった時になんていうかいつの間にか楽しんでる自分がいて、全チームそうなんですけど、さっきもメイキングで映ってましたけどこれ窓開けると壁っていうところに何か面白み感じないって言ったら録音とカメラをやっている女の子2人がすごくもうちょっと聞いてみたいに男子を黙らせながらこう場を席巻していくところとかもいい気持ちになって見てて、でやばいすごい面白い音がするとか、そうやって発見している姿を見て私もワクワクしたし、なんかもう枚挙にいとまがないですが、とにかく超えられたということでいうと、そういう瞬間が超えられたなと思う時でした。はい、せんべい最高ですよね。はい、最高です。はい。ですね、プロとアマっていうことで言うと私はメイキングをスタッフと一緒にやっていて、ずっとかなりの現場を目撃して、さらに素材を見ながらもう一回見れるっていう幸運な立場なので結構見てると思うんですけど、この映画教室に限ったプロとアマの垣根がないというか、教えられるっていうのもないっていうところが一つのすごく面白いところで、っていうのももう大久監督を結構大久監督も素材の中には結構映っているんですが、大久監督自身が子どもたちはもう一生懸命もうカメラが回った瞬間からもうすごい動くんですけど、同時に大久監督も動いてるというか立ったり座ったり、こっちからの方がいいんじゃないか、あっちからの方がいいんじゃないかっていう、どうしたらこの映画面白くできるんだろうっていうふうに、そこにいる場の全員がこの映画を面白くするために一緒に作っている同士であるっていう感覚がすごくあって、それがプロとかアマとかじゃなくて教えられるっていうのじゃなくて
みんなが自由にできる一番のポイントなんじゃないかなっていうのを改めてメイキングを作りながら考えていました。すごいですね。環境はいいですよね。プロアマのところは、大体お二人がお話ししてくださったので、私はそのなぜ中学生かっていう話をしようかと思いますが、中学生子ども野球室もう14年やってるんですけれども、中学生を対象にしたのは去年が初めてです。で去年もこの TIF で、始めさせてもらいました。でそれは、東京国際映画祭の皆さんからの、リクエストでした。中学生でできませんかということで。実はその小学生とやっているとですね、6年生になった子たちから、これは中学生になったらできないのか、なぜ中学生バージョンを作らないのか、さっき高校生になった子になぜ高校生バージョンを作らないのかとさっき言われましたけど、自分でやってよって思うんですよね。でそういうふうに言ってたんです。中学生になったら自分でやればいいじゃない、みんな仲間を作って自分でiPhone でも何でも今撮れるんだから撮ればみたいな感じで突き放してたんですけど、そういう中学生でやってもらえないかっていうお話をいただいた時に、そういう声が随分聞こえてきてたっていうのもあるし、我々の方も、何年かやって慣れてきたというか、いろんな経験を積んだので、つまり中学生怖かったんです。やりたくなかったんです。中学生って一番面倒くさい時期ですよね。それ自分たちが大人になっているので、その時期を超えてますから、時期面倒くさい時期だよねっていうのと、私も子供がいるので、もう中学生は乗り越えましたけど、嫌だったな時期みたいな、その中学生の恐怖心というか、できないという我々そのスタッフはそのものすごく一人一人大事な人生のものすごくセンシティブな感性の鋭い時期を、受け止めることができるだろうかっていう気持ちがあったんです。でもその時にやりたいなっていう気持ちの方が勝ったので、本当に恐る恐る去年やりました。そしたらものすごく面白かった。それは多分スタッフもみんながそういうふうに感じたんですね。で中学生ってこんなに面白いんだっていう、面白いって変な言い方ですけど、豊かというかですね、その言葉を持っている。小学生はわーっと勢いで3日間でやるんです。だから逆に中学生だから、ちょうど3倍9日間の時間をかけて、もっともっと議論ができる時間を持とうと。勢いでエネルギー爆発でやる小学生、これは小学生向けのワークだけど中学生向けなんだからと思って、去年やってみたら本当に驚くことばかりだったんですね。でそれでその我々側の中学生恐怖症がなくなり中学生楽しいっていう気持ちがすごく大きくなって、一緒に作ることは我々にとってはやっぱり喜びになってきてますし、でもやっぱりそのセンシティブな時代だっていうことは変わらないので、そのことを一番やっぱり心がけてはいました。スタッフがそのなんていうの、ちょっとでも気を抜いてというか子供だと思ってみたいな態度でいれば、それはすぐにみんなに通じるから、そういう心持ちでいたスタッフがいなかったというのはとてもやっぱりいい環境でやらせてもらえたなと思ってます。ありがとうございました。ぜひ来年も見たいと思います。今日初めて見させてもらったのでありがとうございました。以上でございます。ありがとうございました。はい、では。Thank you so much. I have two questions. First of all is the budget. How big is the budget of the whole Kodomo filmmaking summer camp or workshop? And second, how do you select all those junior high students? It's like they're all over Japan, from all over Japan or just from Tokyo. Do you select them or they just register for the workshop and then the 24 students would all just like, and also do they have to pay for this workshop? Or is totally for free? Thank you.
いくつか聞きたいことがあります。まず予算ですね。皆さん、このプログラムを実施する上での、予算を教えてください。そして、参加者の選考なんですけれども、これは全日本、あるいは東京のみ、東京近郊のみというか、その、あたりを伺いたいことと、皆さん自分から登録をして、なのか、選考もある程度人数を絞るのであれば24人はどういった、基準で選ばれたんでしょうか。そうして、参加費ですね。これは無料で参加できるのか、参加者で負担するものが何かあるんでしょうか。教えてください。はい、予算についてはちょっと主催者側からお返事いただいて、まず、全国で、募集をしています。別にもし海外からでもいらっしゃることがあればどなたでも年齢制限だけです。で、もう一つ24人のセレクトですけれども、抽選です。今回は抽選、ただ全日程参加できるという方を優先させてもらっています。で、あとなんだっけ、どなたがそうですね、抽選、全く純粋な抽選、あとはい、で、参加費は、無料なんですけれども、この後 DVD とこの後じゃない、ごめんなさい、もう皆さんの元に渡ってるのかな、まだか、あれちょっと分かんない、すいません。DVD この、4作品とメイキングと、あと、今回ちょっと映せなかったんですけれども、写真をたくさん撮ってプロのカメラマンに撮ってもらっていて、そのスライドショーと、監督のインタビューが入った、DVD および、みんなでスタッフも全員が書いた感想文の文集を作っていて、それにお金をいただいています。制作費に関しては、プロデューサーの佐藤修平さん、いた。間接費はさておき、直接、現場制作費とスタッフ費用、機材費っていくらぐらいだったの？今年につきましては、どのぐらいと言ったらいいんですかね。ちょっとまだ実際その DVD の作成とか、文集の作成とかありますで、毎年その開催する場所とかにも寄ってくるので、一概にいくらっていうふうにはと申し上げられない状況ではあるんですけども、まだこちらの企画自体も2年目ということで、これからそういったものも全体的なバランスっていうのが見えてくるのかなというところで、取り急ぎのお答えさせていただきます。お答えできませんということといや私はだから直接制作に関わったわけじゃないんですけれども、これはやっぱりどこまでを制作費としてきちっとカウントするのかちょっとよく分かりにくいところがあって、きちっと時間を経てですね、これを公にすることになると思いますので、そこまでちょっと待っていただいてよろしいでしょうかね。ほぼ機材費と人件費ですね。ほぼ機材費、人件費、あと場所代というか会場費とかになってますけれども、大きいのはその2つだと思います。参加者は無償です。東京が多いのですが、東区で栃木、あと埼玉、神奈川で、やはり関東近郊がほとんどです。ほとんどっていうか全員です。よろしいでしょうか。さて、実はですね、もう時間が来てしまったので、これからですね、フォトセッションの時間に移りたいと思います。それではですね、参加者の皆さん、もう一回ステージ前までお願いします。映画教室はって言ったら楽しいっていうふうに声もらってもいいですか？いいですか？いいですか？ピースに夢中だけど楽しいだよ。いい？ではいきます。映画教室は楽しい。ありがとうございます。どうでしょう。後ろの方のムービーさんも後ろの方のムービーさんもいるよ。はい。
どうでしょうか。大丈夫ですか。もうちょっとください。はい、もう少し手振ってください。どっち？あそこあそこあそこ。奥。はい。どうでしょう。はい、ありがとうございます。フォトセッション以上です。はい、ありがとうございました。